I steal your sweatshirts. You keep me laughing till we're crying and our sides hurt. Call you at midnight, I know you're still up, watching TV and spilling tea until the sun's up. You're one of a kind, one of a kind, and I'm glad you're mine. 皆さんこんにちは。手帳の時間です。ノートを開いてみたけど何を書けばいいのかわからない。書きたい気持ちはあるのに今日も特別なことはなかったなぁとそのままページを閉じてしまうことはありませんか？今回はビバリーさんの丸みのノート L とバームデコを使いながらノートに書くことがない日に試したい7つのアイデアをご紹介します。優しい色のノートとシールやスタンプ、付箋を組み合わせながら書く内容だけじゃなくてノートに触れる時間そのものを楽しんでいきます。それでは一緒に始めていきましょう。どのアイデアが気になったかぜひコメントで教えてください。最初に作るのは覚えておきたい暮らしの記憶です。毎日同じようなことの繰り返し、いつも通りの朝、家のこと、仕事のことを済ませたらあっという間に夜になっている。今日も特別なことはなかったなぁと思ってそのまま一日が終わってしまう。そんな時は一日一行、些細なことを文字に残してみましょう。タイトルはバームデコのシールに黒ペンで記憶と書いてみました。美味しかったもの、家族が気に入っていたもの、いつもと違う道を通ったこと、誰かが言ってくれたちょっと嬉しい言葉。書く前はわざわざ残すほどではないと思っていたことも、文字にしてみると不思議と心地よく感じます。カラーノートは文字を書く前からページに温かみがあって、たくさん埋めなくても寂しくならないところが大好きなポイントです。緑のキラキラペンを使った1週間の記録。簡単ですぐに始められるアイデアですが、同じデコでもノートの色を変えるとこんなに印象が変わります。次は頭の中の小さなメモを書き出すノート術。頭の中に浮かんでいることを短い言葉にして並べてみます。普段はいろいろ考えているはずなのに、いざノートを開くと何を書けばいいのかわからなくなることがあって、やりたいこと、なぜか気になるもの、欲しいもの、ちょっとした不満、ふと浮かんだアイデア、一つ一つは頭にあるのに、同じテーマじゃないので、どこへ書けばいいのか迷ってしまいます。頭の中の小さなメモは、まだ整理できていない自分の考えをそのまま受け止めるページです。ありのままの自分ということで、シールの形は少し丸く頭のような形にして、その下に黒ペンでシンプルな顔を足してみました。顔と頭に見えてきましたか？まっさらなページだと何かちゃんとしたことを書かなくちゃと思ってしまいますよね。でも小さな枠が一つあると、ここには何を入れようかなと自然に考えたくなります。整理して答えを出さなくても大丈夫。ただ今思っていることを言葉にして書き出すだけで安心感が生まれます。後から見返した時に、この頃はこんなことを考えていたんだなぁとわかるのも面白いです。最後に空いているところへスタンプを足してみました。シールの色や形がすでに美しいので、スタンプは小さめにして背景のようにそっと押しています。優しい気持ちになれる丸みのある形のノートに、正解のない自由なメモ、カラーを変えてテーマごとに書き出すのもすごく楽しそうです。次は今日やらなかったことを一つ書いてみます。
一日を振り返ると、やったことは意外と思い出せないのに、やらなかったことはすぐに浮かんできます。それをノートに一つ書き出してみましょう。ただ文字を書くだけでもいいのですが、せっかくなので先に付箋を選びました。どの色にしようかなと並べてみたり、シマエナガのスタンプを押してみたり、何を書くかよりこの準備をしている時間の方が長いかもしれません。でもこういう時間もすごく楽しいんですよね。ということで早速スタンプしてみましょう。ポテッとしたシマエナガがとっても可愛くて、大したことを書かなくてもノートを楽しんだ気持ちになれます。ノートに書くことがないと思う日もありますが、実は何もなかったわけじゃなくて、書いていいことに気づいていないだけなのかもしれません。何をしたかだけじゃなくて、何をしなかったかにもその日の自分が出ています。疲れていたからやめたこと、明日に回したこと、今日選ばなかったこと、一つ書いてみると、何もなかったと思っていた日にもちゃんと自分なりの選択があったことに気づけます。長い文章にしなくても自分だけがわかる言葉で十分です。大きな出来事を探すのではなく、今日の中にあった小さなものを一つ見つけてあげる。それだけでも立派なノートの中身になります。もちろん今日やらなかったことをノートにそのまま一言書くだけでも十分です。今回は書く内容が短い分、付箋を選んだり、スタンプを押したり、シールを貼る時間も楽しみたくて少しだけ飾ってみました。やらなかったことを書き出す手帳術は、やらなかったことへの罪悪感を書いて手放すというシンプルなものです。心が整っている時はいいけど、ちょっと疲れていたり、体力がない時は、やらなかったことを地味に引きずることがありますよね。やらなかった自分をもう責めなくていいよと、自分で自分を許す練習として活用してみてもいいかもしれません。書くだけの日があってもいいし、道具を選ぶ時間まで楽しむ日があってもいい。今日はこんなページになりました。気分によって変えてみるのも楽しそうです。紫も可愛いですね。次は今日のまあいっかを書くノート術。これは今日やらなかったことではなくて、今の自分のちょっと気になっているところを書き出す方法です。焼きそばを食べ過ぎちゃったなとか、太ももがちょっと巨大化した気がする、なぜか今日は動き出せないな、部屋がまだ片付いていないよとか、誰かに怒られるようなことではないのに、自分のことになるとなぜか気になることってたくさんありますよね。食べ過ぎただけなのにまた我慢できなかったなと思ったり、部屋が片付いていないだけなのに私はだらしないなとか、今日は動けなかったという一つのことから自分にはやる気がないのかもしれないと考えてしまったり、気になるのは一つの出来事なのにいつの間にか自分全体の評価にまで広がってしまうことがあります。そういう時は思い切って今日のまあいいかを吐き出してみましょう。こういう内容を文字だけで書くと少し反省ノートのようになりそうだったので、付箋やシールで今の季節にぴったりなカニアレンジをしてみました。シールはこのように半分に切ってキューブ状にすれば小さな感覚が可愛くアレンジできるのでおすすめです。カニの周りにペタペタっとシールを貼って楽しい雰囲気にしてみました。これは季節によってモチーフを変えてみると楽しいと思います。書く前はこんなことをノートに残したらもっと自分にがっかりするかなと思っていましたが、
実際に書いてみると意外とそうでもありませんでした。むしろ今日の私は、こんなことを気にしてたんだなと少し面白く見えてきます。うまくできた自分だけではなく、動けなかった自分や食べ過ぎた自分、片付けられなかった自分も今日の自分です。変えたいところは本当にたくさんあるけど、今日の自分を嫌いになるほどではない。まあいいかと人間らしい自分を受け入れるページ。後から見返したら悩みよりもこの頃の自分らしさを感じるかもしれません。次はマンダラチャートの種を書き出すノート術です。マンダラチャートというと、真ん中に大きな目標を書いて、そこから達成する方法を広げていくイメージがありますよね。野球の大谷選手のマンダラシートがすごく有名です。でも今回はまだそこまで決まっていません。毎日が同じように過ぎていると、やりたいことや目標を考えてもなかなか思いつかないことがあります。家事や仕事、家族の予定ならいくつも出てくるのに、本当は自分は何をしたいんだろうと考えると急に止まってしまったり、何もないというより目の前のことでいっぱいになって自分の小さな興味が見えにくくなっているのかもしれません。そこでいきなり立派な目標を決めるのではなく、今ちょっと気になっていることを種として置いてみることにします。9つのマスはバームデコを並べるだけの簡単な表です。大容量なので、これから夢や目標が広がっても迷わずどんどん広げられるのも嬉しいポイント。中心には心地よい暮らしと入れて、そこから連想することを周りにどんどん書き出してみました。枠があるとなぜか埋めたくなって自然にアイデアが広がります。これは種を集めるだけのページなので、全部埋められなくても大丈夫です。未来を決めるページではなく、自分の視野が少し広がる楽しさを味わってみましょう。次はノートに何を書こうか迷った時のために、各テーマを選べる小さなメニューを作ってみます。ノートは開きたいのに、何について書こうかなと考えているうちに、そのまま手が止まってしまうことがありますよね。自由に何でも書いていいよと言われるほど何も思いつかなくて、結局書けなかったり。そんな日は最初からテーマが一つ決まっていると、その続きだけを考えればいいので書き始めやすくなります。今回は食べ物にまつわるお題を中心に集めてみました。食べ物のことは特別な出来事がなくても比較的思い出しやすいです。今日食べたものだけではなくて、食べたかったけど食べなかったものや、買おうと思ってやめたもの、最近なぜか気になるものも書くお題になります。例えば食べ過ぎたと書いたら、どうしてだったんだろうと少しだけ続きを考えてみます。お腹が空いていたのか、美味しくて止まらなかったのか、誰かと食べて楽しかったのか。そうやって辿っていくと、食べ過ぎたという一言からその日の気分や出来事まで思い出せます。最初は一言だけのつもりでも、なぜそうだったんだろうと考えているうちに、味のことや一緒にいた人のこと、次はどうしたいかまで意外と書きたいことが増えていきます。無理に文章を長くしなくても、一つの食べ物から思い出をたどっているうちに、気づけばページが埋まっていることがあるので、小さなメニュー作りは本当におすすめです。バームデコを使うとより可愛く仕上がります。食べ物以外のお題もできるだけ範囲を狭くしておくと書きやすくなります。最近嬉しかったことだとどこから思い出せばいいのか迷いますが、文房具、ドラマ、本のように少しテーマを限定するとスラスラっと書けることが増えて、ノート時間がより楽しめますよね。
一人で思い出しながら好きな言葉を足していく。こういう静かな時間を過ごすだけで心がほっこりと満ちていきます。さて、だんだん自分だけの小さなメニューができてきました。何度か使ううちに自分はどんな問いなら言葉が出てくるのかも分かってきそうです。ということで、作って終わりではなく、これから使いながら育てていけるページになりました。次はノートの中に各入り口を仕込んでおきます。ノートとペンは持ち歩けても、付箋やスタンプ、インクまでいつも一緒に持ち運ぶのはすごく難しいですよね。でもどれもお気に入りだから、できればノートの中でちゃんと使いたい。書きたいことを思いついても、そこからスタンプを出してインクを選んで道具を片付けるところまで考えると、また今度でいいかなぁとつい思ってしまいます。そんな時はお気に入りのスタンプを付箋へまとめて押してノートの中に仕込んでおきましょう。そうしておけば、忙しい日はペン一本ですぐに書けて、準備する時間がない日にもお気に入りに囲まれたノート時間を楽しめます。同じスタンプを何枚か続けて押していくと、小さなカードを作っているようで、この作業自体も楽しいです。スタンプを押す日と言葉を書く日が別でもいい。書きたい日を待つのではなく、書きたい瞬間を受け取れるように、ノートの中へ可愛い入り口を仕込みました。付箋は書き始めるための小さなきっかけです。最初はこの中に一言だけ書くつもりだったものが、一度貼ってみると、その周りにも自然と続きを書きたいという気持ちになります。最後はリングにつけられるシールでスタンプ付箋をいつでも使える仕組みにしておきます。先ほどは付箋をページへまとめて貼ってすぐ書ける場所を先に用意しました。今度はまだ使っていない付箋をノートと一緒に持ち歩けるようにします。ノートに書くことがなくても便利グッズを使いながらノートを書きたいと思える仕組みを先に作っておく。書くことがあるからノートを開く日もあれば、ノートを開いたことで書きたいことに気づく日もあります。今日のアイデアが皆さんの新しいノート時間のきっかけになれば嬉しいです。